ここはお前の住む世界ではない。こんにちは。空の桜井正宏です。大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルの続報です。早速ですが、悪魔城ドラキュラシリーズに登場する伝説のヴァンパイアハンターシモン・ベルモンドがついにスマブラに参戦です。デザインは改めてリニューアルしています。特徴は何といっても聖なる武器であるヴァンパイアキラーの超リーチ。隙は大きめ、動きは遅めですが、通常技の平均的なリーチはどんなファイターよりも長いと思われます。無知を自在に操ることができます。必殺技はかなり分かりやすい方です。斧、クロス、聖水、そしてアッパー。シンプルな分強力です。そして最後の切り札ではグランドクロスを使います。そしてステージはドラキュラ城。スマブラスペシャルの中では最もダークなステージです。背景の燭台を叩くとアイテムが出現します。そしてステージにシリーズに登場したボス的ゲスト出演多数。悪魔城シリーズの世界を演出してくれます。また悪魔城ドラキュラといえば音楽ですね。このステージには新旧織り交ぜた34曲が入ります。ドラキュラシリーズはアレンジを手掛ける音楽家さんの人気も高く引っ張りだこでした。そして不滅の宿敵も登場します。100年に一度よみがえり、ベルモンド一族と因縁の戦いを繰り広げたドラキュラ伯爵が登場します。どこで出るのかお楽しみにしてください。さらにゲストが登場しまして、ドラキュラ伯爵のご子息アルカードがアシストフィギュアで参戦です。バルマンウェやコウモリか霧になっての回避など原作月下の野草曲を彷彿とさせるアクションでサポートします。アシストフィギュアなので攻撃を当てたり撃墜することもできますが、かなり手強いであろうと思いますね。そしてファイターがもう一人、悪魔城ドラキュラ X 血のロンドなどで活躍したヴァンパイアハンターリヒター・ベルモンドの参戦です。これはダッシュファイターの扱いになります。強さはシモンと同じですが、外観はもちろん声や仕草が異なります。原作ではもともとリヒターが行っていたアクションをスマブラシモンが行ったりしているので境界線は曖昧ですね。お楽しみください。じゃあな。ここでせっかくだからもう2体他のシリーズのダッシュファイターの参戦をご紹介します。こちらをご覧ください。
負け。クロムとダークサムス参戦です。悪はなかった。どちらも要望が高いファイターでした。それぞれ元となるファイターとはいくばくかの違いがありますので、好きなファイターで自由に楽しんでください。なおダッシュファイターは設定によりファイターセレクト画面で開くことも一括りにすることもできます。一括りにした場合、選んだ後に切り替えることができます。今回は参戦ファイターは発売前に全て公開しようと思います。あと少しだけ存在します。ステージは今までのステージを移植することを主体にしています。まだ紹介していないステージからいくつか紹介しましょう。グラフィックはもちろん壮大な手間をかけて強化し、バランスも見直しています。ただ初代64番にあったステージは懐かしさを重視し、昔のテイストをあえて残しています。そしてステージ数が圧倒的なものになっています。今までのステージ数と比較しますと、ステージ数はなんと103です。もうどこかおかしいとしか思えません。普通の戦場、終点、大戦場を除くとちょうど100となります。そしてこれがステージセレクト画面です。さらに全てのステージが戦場化、終点化できますから、その数300以上。これら全てのステージで8人同時対戦が可能です。また最初から全てのステージを遊ぶことができます。さらにギミックオフというオプションが選べます。地形は変わった方が良いけれど、他の要素に邪魔されたくない場合、これを選ぶとステージがおとなしくなります。
なおステージの並び方はファイターと同じくスマブラシリーズで登場した順番になっています。そしてステージには驚きの仕掛けがあります。ご覧ください。なんとステージを遊んでいる最中に別のステージに遷移できます。まずステージ変化のオプションを加えます。するとステージセレクトで2つのステージを選べます。ステージの組み合わせは自由に設定できますのでお楽しみください。オレ曲セレクトというステージ内のさまざまな楽曲を自由に選べる欲張りなシステムがあります。今回も健在です。今まではステージごとに曲のセットが決まっていました。それを今回は同じシリーズで一括しています。例えばゼルダシリーズのステージならどこでも実装されている全てのゼルダシリーズの曲が選べます。今回のステージ用曲数を発表します。こちらもスペシャルです。なんと800曲以上です。メニュー系やファンファーレなどを加えた実装曲数は驚きのおよそ900曲。全部連続再生したらループなしブランクなしでもおよそ28時間に及びます。ゲームの歴史ともいえるシリーズと記憶に残る膨大な楽曲、これが一つのソフトに満載されているというだけでもはや事件です。もちろんサウンドテストも用意しています。より便利に楽しむためゲームシリーズごとに区分けしています。シリーズのアルバムがあるようなイメージですね。該当ファイターやステージがなかったり1シリーズしかないものは全てその他にまとめています。自分でプレイリストを作ることもできます。好きな順番に並べていつでもいくらでも。携帯モードにすれば画面をオフにしつつ再生できます。音楽プレイヤーのような使い方もできるということで、なお今回もさまざまな音楽がアレンジされていますが、公式ウェブサイトで少しずつ視聴できるようにしています。おおむね週替わりで公開していますので、こちらもお楽しみください。すでに使用された方もおられるかもしれませんが、対戦する時のルールに近い要素をピックアップします。ルールはゲーム最初に選ぶことになりました。セットを作っておけばいつでもすぐにそのルールで遊べます。タイム制、ストック制に加え体力制が標準で選べます。これはこれでいつもと違う緊張感で楽しめます。ファイターよりも先にステージを選ぶようにしました。ステージの相性を考えてファイターを選べます。負けた人が選ぶオプションを使えばよりフェアになります。引き分け時におけるサドンデスは蓄積ダメージが 300% から始まるだけでなく、画面がだんだん狭まるようにしました。なかなか緊張感あります。チャージ切り札という仕組みがオプションで選べます。対戦によりゲージが溜まっていき、最大まで溜まると威力弱めの切り札が使えるというものです。チャージ切り札を適用した時の対戦はかなり派手、パーティー性が増しますのでお試しください。なお同時に2つの切り札が発動しないようになっています。その他対戦モードなどもいろいろ追加しています。
団体戦を実装しました。5対5か3対3の勝ち抜き戦で決着をつけます。基本的には1人で5人を使うのですが、本当に代わり番号で遊ぶのも面白いと思います。トーナメントモードがあります。人数の入力、CP の設定などをすると勝手にトーナメント表を組んでくれます。32人までの対戦で大パーティーにも対応できます。そしてスペシャル乱闘に全員バトルが追加されます。これはファイター全員から1人ずつ選んで戦うと、次の試合ではそれらを除外したファイターで戦い続けるモードです。より多くのファイターを使えた方が有利なのはもちろん、相手の得意ファイターをあえて取って使う戦略も考えられます。トレーニングモードにトレーニング専用ステージが実装されます。砲丸があり、距離などが測りやすくなっています。また吹っ飛びの大きさを表示できるようにしました。赤い線がダメージ 0%、 青い線がダメージ 100% の時の吹っ飛び量の目安です。重さの影響などもヒットした瞬間に計算されます。1人用のシンプルに連戦するモードは勝ち上がり乱闘となりました。ファイター一人一人にコースが設定されていて、登場する相手が決まっています。ここで新アイテムポケモンアシストフィギュアをご紹介します。帰還する。
全員スペシャルゲストとも言えますが、さらに強力なものがやってきました。こちらです。モンスターハンターからリオレウスの参戦です。ボスとしても戦えますが、アシストフィギュアとしても出てきます。両方を兼ねるキャラクターは実は初めてです。最後にトップメニューを少しだけちら見せしたいと思います。謎のモードが垣間見えますが、またいずれ。ところで画面右にパレットがありますよね。これはメニューからいつでも ZR ボタンでアクセスできます。オプションや操作説明もこちら。以上で今回のご紹介はお開きです。スタッフ一同最後の力を尽くしていますので、発売できるその日までお待ちください。ご覧いただきありがとうございました。
こんにちは。 Hello, I'm Masahiro Sakurai from Sora Limited. This is a follow-up to our recent announcements about Super Smash Bros. Ultimate. Without further ado, the legendary vampire hunter from the Castlevania series, Simon Belmont, is finally joining the roster. He's been given a bit of a makeover. His signature item is, of course, his holy whip, the far-flinging vampire killer. It leaves you open to attack, and it's a bit slow, but I think its average reach during normal attacks is longer than any other fighter's. He can move the whip freely. His special attacks are very recognizable. The axe, cross, holy water, and uppercut. While they may seem simple, they are very powerful. And his final smash is called Grand Cross. Simon's stage is none other than Dracula's castle. It's the darkest of stages in Super Smash Bros. Ultimate. When an attack hits one of the candlesticks, an item will appear. In this stage, bosses from across the Castlevania series will rear their ugly heads. They make Dracula's castle feel true to the world from whence they came. And when speaking of Castlevania, you can't forget to mention the music. For this stage, we will incorporate 34 music tracks, including new and classic tunes. The Castlevania series is very popular among our music team, and they were excited to work on these arrangements. Once in a blue moon, Simon's immortal rival will appear. Dracula. Reborn every 100 years, he is eternally fated to wage war against descendants of the Belmont clan. Under what conditions will he appear? Time will tell. Now for a brand new assist trophy. Alucard, son of Dracula, will lend his steel in battle. He wields the Chrysogrim, transforms into a bat, and dodges attacks by assuming mist form. He's very similar to his starring role in Castlevania Symphony of the Night. Like other assist trophies, he's susceptible to attack and KO as well. Nevertheless, he'll prove to be quite challenging. And we have one more fighter for you. The vampire hunter who starred in classics like Castlevania Rondo of Blood, Richter Belmont, joins the battle. Richter is an echo fighter based on Simon. Though his strength is the same, his look, voice, and animations all set him apart. Besides, the Super Smash Bros. Ultimate version of Simon can perform moves derived from Richter in his original games, so it's hard to say who's really echoing who. I hope you'll enjoy them both. Farewell! I'd like to introduce two more Echo Fighters from completely different series while we're on the topic. Please take a look. Not fair!
Chrom and Dark Samus join the battle. You may have seen this coming. Both fighters have been highly requested. They're each slightly different than the fighters they're based on, so pick whoever you enjoy most. As you can see, depending on your settings, you can either display all Echo fighters separately on the fighter select screen or stack them with the fighters they're based on. When stacked, you can switch between them with the press of a button. This time, we plan to reveal the design of every fighter before the game launches. We'll have a few more to announce later, so stay tuned. For stages, we're mainly including returning favorites. Allow me to introduce some of the stages we haven't shown before. We put a lot of effort into enhancing the look of the stages and rebalancing them as well. That said, for stages that originally appeared in the Nintendo 64 game, we prioritized nostalgia, intentionally keeping the classic look. The stage total is turning out to be pretty impressive. Let's compare it to the totals in previous games. Now the total number of stages is, voila, 103. We must be crazy. If we exclude Battlefield, Final Destination, and Big Battlefield, we'd have exactly 100. But take a look at the stage select screen. Every stage can also be transformed into both Battlefield and Omega forms, so the total number of stages is actually more than 300. All of these stages can be played in 8-player battles, and they are all available from the beginning. Additionally, you have the option to turn off stage hazards. When you're looking for a change of pace and don't want to be interrupted by hazards, select this option for a less chaotic experience. Also, the order of the stages matches the order in which they were introduced in the series, just like the fighters. Regarding stages, we have a little surprise. Please take a look. Check that out. While playing, the stage can transform around you. But first, you must select the stage morph option. Then, you can pick 2 stages on the stage select menu. Feel free to choose any stages you like and have fun. For the player who wants it all, My Music lets you select specific tracks for each stage, and this feature is making a return.
Until now, each stage had its own set of music tracks. But this time, the tracks are organized by series instead. For example, as long as you're playing on a stage based on the Legend of Zelda series, you can pick any of the tracks included from that series. Now for the total number of music tracks from stages. This is also ultimate. Oh wow, more than 800 tracks. And if we count other types of music, like menus and fanfare, then there's actually about 900 compositions. If you played them all in a row, without looping or stopping, there's more than 28 hours worth of music. These game franchises are a big part of video game history, and the result is a massive library of memorable music. All of this packed into one game. This in itself is extraordinary. Of course, there's a sound test menu as well. For your browsing pleasure, we've sorted all of the tracks by game series. It's like having an album for each series. If a track has no corresponding fighter or stage, or if it's from one title rather than a series, it can be found in the Other section. You can create your own playlists too. Sort them in any order you like, anytime, as much as you want. In handheld mode, you can play music while the screen is turned off. It's kinda like using your Nintendo Switch as a music player. A huge variety of music has been collected for the game, and you can sample some of these tracks on the official website. We're planning to add selections basically every week, so please stay tuned. Some of you may have experienced the game already, but I'd still like to show you some things about the multiplayer battle rules. Now the first thing you will select is the rules. If you create your own rule set, you can immediately begin playing with those rules at any time. In addition to time battle and stock battle, stamina battle is now treated as one of the standard Smash modes. There's a different feeling of intensity in these battles. This time, stage selection comes before fighter selection. This way, you can pick a fighter based on how well suited they are for the stage. Or let the last battle's loser pick the next stage to even the odds. In sudden death, you not only start with 300% damage, but the camera will steadily zoom in. This creates a nice sense of urgency. Chargeable final smashes are now a selectable option. During a match, your final smash meter will fill, and then, once it's maxed out, you can use a weaker final smash. When you apply this option to a match, things can get really flashy. If you're up for a party, please try it out. By the way, no two final smashes will happen simultaneously. There are other additions to the battle modes too. We've added in Squad Strike. It's a 5-on-5 or 3-on-3 elimination style battle to decide the winner. Each player will use 5 consecutive fighters in one battle, but it might be fun for multiple players to take turns as well. We're also including Tourney mode. Choose the number of players and CPU participants, and the game will automatically structure a tournament bracket. Up to 32 players can join the tournament, so it's great for parties too. We're adding a special Smash mode called Smashdown. After a battle in this mode, the previously selected fighters will no longer be available to use in the next battle, so each player must select a different fighter. It definitely pays off to be skilled with multiple fighters. You could also strategically pick a fighter your opponent is good with before they can.
The new training mode will feature an exclusive stage. We've displayed a grid so it's easy to measure distance and more. You can also display launch distance. The red line predicts your trajectory at 0% damage, and the blue line is for 100% damage. The fighter's weight is factored in at the moment of impact. The single-player mode, in which players battle against a series of fighters, will return in the form of Classic mode. Each fighter has a set series of stages and opponents they will face. Now, let me introduce you to some new items, Pokemon, and assist trophies. Back to base! All of them can be considered special guests, and another powerful one has just arrived.
From the Monster Hunter series, Rathalos swoops in. He appears as a boss, but he can also show up as an assist trophy. Actually, he's the first character to appear as both. Before we go, I'd like us to take a quick look at the main menu. As you can see, there's a mysterious mode here, but we can't talk about that just yet. Also, there's a dashboard on the right side of the screen. This can be accessed at any time by pressing the ZR button. Options and control descriptions are listed here as well. That's all for today's announcement. The entire development team is putting all of their energy into finishing the game, so please be patient until launch day. Thank you so much for watching.